まだ起きてる？米の値下がり続いてるじゃん。僕の試食が少し身近になったのだ。その喜び方、家計簿を見てからにしなさいな。民間の米在庫が過去最大の水準らしいのだ。新米が本格的に出る前に去年の分を減らしたいので、新しい商品が来る前に棚を開けたい感じじゃん。棚がいっぱいなら米も満員電車みたいなのだ。混雑の話ではなく在庫を抱える費用の話よ。でも売る側が値下げすると買う側には助かるよね。銘柄米は産地と品種が一つに揃ったお米なのだ。その銘柄米の値下がりが今回は目立ったわ。一方でブレンド米はちょっと上がってるよね。全部が同じ方向に下がるわけではないのだ。安さだけで選ぶか好みを優先するか迷うところね。みんなは新米まで待つ派？あーしは今の値札も見るよ。新米が出た後も在庫の多さが値段に影響しそうなのだ。次は自転車のルールが変わったニュースだよ。今年4月から自転車にも青切符が始まったのだ。青切符は反則金を納めるよう通告する仕組みね。対象は16歳以上で、いきなり全員に交付じゃないよ。まず警告、それでも危ない運転を続けた場合が中心なのだ。3ヶ月で交付は全国で7000件余りだったわ。一番多かったのがスマホを見ながらの運転じゃん。スマホを見ながら自転車って画面と道路の二刀流なのだ。二刀流ではなく前方不注意の危険行為よ。一時停止や信号無視もかなり見られてるみたい。警告や指導は交付よりずっと多くて36万件ほどなのだ。取り締まりよりまず危険運転をやめさせる狙いが大きいのね。去年より重傷、死亡事故が減ったのは少し安心だよね。でも事故を減らすには交差点で止まる習慣が大事なのだ。自転車に乗る人はスマホをしまう場所を決めておくといいわ。みんなの通学路でも危ない交差点って気にならない？僕は止まる場所を先に決めてゆっくり走るのだ。続いてはふるさと納税の寄付額が過去最高になったニュースなのだ。総額は1兆3300億円余りまで増えたそうよ。自治体を応援しつつ返礼品も選べる制度だよね。税金を好きなだけ減らせる制度ではないのだ。寄付した額以上に税金が戻るわけではないわ。でも日用品を選べば家計の助けにはできるじゃん。私ならまず自己負担分と上限を計算するわね。寄付を集めた自治体と税収が減る自治体があるのだ。横浜市みたいに住民税の減収が大きい自治体もあるんだって。応援したい地域を選ぶ制度なのに住んでいる市の財源は減るのね。集まった寄付の多くは仲介サイトを通っているのだ。そのサイトへの手数料が自治体の負担になっているわ。手数料は寄付額の1割強でかなり大きく見えるよね。寄付金が地域に届く前に道のりがある感じなのだ。総務省は事業者に手数料の引き下げを求めているわ。ポイント還元も禁止されたし、選ぶ基準は変わりそうじゃん。みんなは返礼品と使い道、どちらを先に見るのだ？私は使い道を見てから家計に合うか決めるわ。控除の条件は自治体や国の案内で確認してね。ここで交通ってそもそも何を指すか見てみよう。人や物が場所を移動すること全体なのね。そうそう。通勤や通学、買い物も交通に入るよ。通信も交通に入ると思っていたのだ。広い意味では入るけど、普通は別に考えるんだって。道路や線路だけじゃなく、運ぶ道具も大事なのね。交通機関は、通路、運搬部、動力の3つで成り立つよ。自転車なら道路と車体と漕ぐ力なのだ。身近な自転車にも、ちゃんと仕組みがあるのね。今夜は米の値段と交通、税金の話だったわ。概要欄に制度の情報もあるから、気になる人は見てね。面白かったら、高評価をしてくれると嬉しいのだ。夜更かししすぎないで、また次回も見てね。